こんにちは、チャーリーです。さあ、冬になってくると皆さん心配事が一つ増えてくると思います。アプローチです。冬芝のアプローチのやり方、今からお話しする2つのポイントだけ意識していただければ、上級者、初心者、アプローチが苦手な方、関係なく綺麗にヒットすることが必ずできてきます。ウェッジでちゃっくり、そして嫌がってトップ。夏ならまだ芝がふわっとしているので、なんとなくごまかして打てますが、芝が枯れてきて茶色くなった時、もはやウェッジで打つことはできないので、パターで行こうか。これとってもおすすめなのですが、冬芝でアプローチをしていく、誰もが必ず知っておくべきこと、お話していきたいと思います。チャグル TV 始まるよ。まず、知っておかなければいけないポイント、バンカーショットと同じです。バンカーショットを成功させるコツは、バンスをうまく使うことです。スキー板の先を見てください。前に上がってます。もし、スキー板の先がまっすぐだったり、下に下がってたらどうなりますか？多分滑り出した瞬間に刺さっちゃいます。スキーの先が上に沿っているから、雪の中をかき分けて上を滑らかに滑っていることができます。これは想像にたやすいと思いますが、冬のアプローチでも同じことが起こっています。クラブのバンスというものがあります。これはリーディングエッジよりも若干後ろ側の方が出っ張っている。このバンスが一度でもあるからちゃっくりすることなく滑ってクラブが入るんです。しかし多くの方がアプローチをするときにバンスの角度のことを計算に入れないでアドレスをしてしまっています。アプローチを打つときはよほどのことがない限りバンスをしっかり出してスキーの先が上がって刺さることなく進めるように芝の上を滑ってクラブが入っています。このことをしっかり意識していただくと、冬芝でも何の問題もなく打ててきます。よくダフルからボールを右側に置いて打つ。これ、右に置くと、今このウェッジ、シャフトが垂直の時に6度のバンスですから、球を右に置いて、ロフトが立ってくる。構えた時よりも6度立った状態で構えると、もはやバンスは0です。これ以上右に置くと、マイナスバンス。バンス角は地面に対してマイナス。スキーの先が下を向いたということです。その状態で、まだ下り坂は滑れるかもしれませんが、平坦なところや上りに向かって、もし滑り出したとすると、一瞬で突き刺さると思います。なので、右に置いた時も、絶対にクラブをかぶせて立てないで、手の中で開いてください。右に置いても開けばバンスが出てくるので、今お持ちのウェッジのバウンス角、それを知った上で、ちゃんとリーディングエッジよりもバウンスが出た状態の構えを作り、そして打つ必要があります。左足下がりがちゃっくりしづらくて、左足上がりがちゃっくりダフりが多い原因もここにあり、普通にまっすぐ構えたら6度のバウンス角があっても、6度の傾斜になると、地面に対しては相対的に角度が0度になります。これが7度になった瞬間にマイナス角になります。なので、キー板の先が下に向いたのと同じ。シビアにボールに当ててこないと、ちょっとでも手前に入った瞬間にザクッとなってしまっています。必ず0度以上のバウンス角をキープする。これは大切なのですが、あまりに強くて広いバウンスがあると、リーディングエッジが浮いてしまって、それはそれでトップをしてしまいます。刺さることはないのですが、よく弾いてトップしたって言いますが、結果的にバウンス角が出た分、リーディングエッジの高さが地面から浮いてしまうので、トップボールが出るってこともあるので、アドレスで球の位置をどこに置こうと、自分のクラブのバウンス角が0度以下にならないように意識をする。構えた時に見えないので、イメージの世界かもしれませんが、目に見えるフェース面だけを意識するのではなく、リーディングエッジをきれいに当てる、ダフりたくない、トップしたくない、ではなく、せっかく使えるこのバウンス角を使って、滑って入る状態。左に置いたらあんまり開く必要ないですし、右に置いたなら開くことでバウンスを出して、結果的に当たる時に刺さるのではなく、滑る位置。これを意識していただくと、冬芝でもしっかり対応することができてきます。これとっても重要なのですが、意識してないと滑らせようとしても失敗するので、打ってるだけでも違ってくると思います。そしてもう一点、バウンスを使って滑らせるのですが、滑らせるってどうやるの？滑らせ方は、右の肩を最後まで押し抜いてください。インパクトはタッチという話をしているので、ここ矛盾していますが、滑らせるときは、止めると、インパクトが強くなってしまうので、冬芝特にバウンス角をしっかり確保した上で、
右の肩をずーっと押し続ける。ボールの位置を通り過ぎても右の肩を押し続けてみてください。これは左の肩でもいいんですが、左の肩だけ引いてクラブを置いてくると結局フリップしてしまうので、構えたら右の肩をヘッドと一緒に押す。この意識でやっていただければ、滑らせるという感覚出てくると思います。まずバウンスを出す。そして、イメージは滑らせる感じなんですが、綺麗に入れる感じはいらないです。右の肩を押して滑らせる。この2点をやっていただければ、冬島のアプローチもちゃんと対応できてきます。この仕組みをしっかり理解していただければ、普通に打つときはうまく打てるのに、突然右に置いたら着地する。そして左足上がりに限ってクラブが刺さる。すべて地面に対するバウンス角が適正ではないために突き刺さった。バウンス角が全くないサンドエッジでバンカーを打てと言われても、これはプロでも突き刺さって何にもできない。上級者もこのバウンス角を利用して打っているんです。もちろんたくさん練習してクリーンにボールを打つ、こういうテクニックも大切ですが、メンタル的にも手前から滑らせてバサバサっと打ってもうまくいくって思っていれば勝負強いですし、もう失敗してはいけないという状態、リーディングエッジが刺さる状態で、ここって時にうまくボールだけ打てと言われても、これはたまたまできるかもしれませんが、たまたまできないことも多いので、ちょっと冬芝、この2点意識してやってみてください。まずバウンス角が0度以下にならない。必ず地面に対してバウンス角が出た状態で構えましょう。そして意識して冬芝こそ滑らせて打つ。ちょっと濡れていたり、逆目だったり、べちゃっとなっていても、バウンス角がちゃんと出ていて、そして打ち込むのではなく、滑らせる意識で打っていただければ、ちゃんと打てます。スキーだって突然雪がなくて、土が出ているとこだって、スキー板は傷つくかもしれませんが、ちゃんと滑ることができます。若干減速することがあるので、逆目であったり、ライが悪い時は、その分しっかり打つというちょっと強さの加減は変えなければいけない点があるかもしれませんが、だからといってとんでもないチャックリやとんでもないトップが出るわけではないので、バウンス角を出す。そして右の肩を押し続けて打ち抜く。ボールは駅で言えば、これ岐阜羽島です。右肩が望み。しっかりそこは通過域として右の肩を押し続ける。これが滑らせて打つ時の、ライが悪い時の打ち方の基本だと思うので、クリーンに打つ練習とは別でこれやっていただきます。そしてここからはチャグル TV 公式アプリ会員の方に、さらにこれから冬に向けてフォアメイクをしやすくなる実践的なまたアプローチの方法をお伝えしていきたいと思います。それでは。